27ドルカスの物語。海に面したヨッパという町に一人の評判の良い商人がいた。彼は厳しい戒律をよく守る街道の長老の一人であった。彼の名はレビといって一人娘を持っていた。娘の名はドルカスといい、父の友人からとても可愛がられていた。彼女がまだ若い頃、町に住む有力な商人から結婚を申し込まれたのであるが、彼女は神様に一生を捧げることを願っていたので、独身を通していた。父は世継ぎが欲しいので、しつこく結婚を進めていたのであった。ドルカスが中年になった頃、父のレビはエルサレムに行き、神殿で礼拝し、長老たちとモーセの律法について話し合うことになった。彼は先祖から伝えられた信仰を心から愛していた。かつてモーセの時に石の板に刻まれた戒め、実戒のことに沿って右にも左にも曲がらないようにと努力した。ドルカスは先祖伝来の信仰に対して一目を置いていたが、ヨッパの若者たちはこの戒めに従っていないように感じられた。彼らはおっちょこちょいで、陰では悪いことを平気で行い、未婚者は密通し、陰ではモーセの律法を犯してたのである。つまり彼らは偽善者であった。それで彼女は誰とも結婚する気になれなかったのである。彼女は先祖から伝えられた信仰から次第に遠ざかってしまった自分のことを考えていた。しかしどうしても信じる気になれなかった。ドルカスは一心にイスラエルの神に祈った。どうかこのような人々に怒りを発し、滅ぼしてしまうことのないように懇願した。彼女は父と一緒にエルサレムに行った。夕暮れになって父の友人と一緒に道を歩いていると、突然普通の人とは全く違う一人の男が現れた。彼は背が高くすらりとしていて、額に王の印を持ち、その歩く姿に威厳が漂っていた。彼の瞳は美しく穏やかで、満面に平和がみなぎっていて、この世の初めから人類が味わったすべての不幸を一身に背負ったような生き様を感じさせる人物であった。彼の前に多くの人が集まってきた。彼は偉大な漁師のような威厳を持っていたが、身につけているものは貧しく、履いている靴は破れ、上着はボロボロであった。ドルカスは彼を見上げ、先生と叫び、足元にひれ伏した。ドルカスは彼がキリストであることを知らなかったが、彼女の霊はそれをよく知っていたので、このような挨拶をしたのである。キリストは道路から少し離れたところに立ち、彼の周りには多くの人々が取り囲んでいた。それはまるでハエの大群のように、あちこちから集まってきた。ドルカスは彼の足元に座り、例え話による彼の話を聞くことができた。それはどんな人のうちにも、霊が宿っていることを知らねばならないこと。そしてそれを見つけることができない者は、本当の自分自身を失ってしまうという教えであった。彼はとてもわかりやすく真理を伝えた。ドルカスの父は、彼女をせき立てて群衆の中から連れ出してしまったので、彼女は二度とキリストにお目にかかることはできなかった。日が暮れてからドルカスは、キリストが話してくれたことを思い出していた。翌日になって神殿へ行ってみると、庭で一人の若者がキリストの福音を述べ伝えているのを聞いた。その時に初めて彼女は、あの方の名前、イエス・キリストを知り、彼を信じる者となった。それ以来、二度とキリストを見ることはできなかったが、密かに彼の教えを学んでいた。公然とは、キリストの教えを学ぶことはしなかった。父があまりにも祭司や長老と親しくしており、キリストを信奉する者のことをひどくけなしていたからである。父からは、キリストはモーセの律法を破壊しようとしていると聞かされていた。さらに歴代の預言者を見くびり、自分を神であると言い出す不埒なやつであるとも言っていた。彼女はささやかな抵抗を試み、キリストが神でなければ神と共にいる方であると主張すると、父は奮然として彼女の口を叩いて黙らせた。その時から彼女はキリストのことを話さないようになった。ヨッパに帰ってから、ドルカスはキリストの教えを心の内に秘め、彼女の生きる支えとした。ヨッパの状態は日ごとに悪化していた。ドルカスは彼女の同志であるクリスチャンのことで大いに心を悩ました。
クリスチャンは目の敵にされ、悪口を浴びせられ、町中からクリスチャンは放逐されていった。年老いたドルカスの父は、ますます頑固になっていた。ドルカスが女たちにキリストのことを喋ったということが父に漏れたとき、二度と同じことを繰り返したら、家から追い出してしまうと言い出した。鳥が遠くから種を運んできて、一粒の種でも肥えた土地に落ちると、多くの収穫が得られるものである。小じが施し物をもらいにドルカスのところへやってくると、彼女は施し物とともにキリストの教えをこっそり伝え、信じさせてしまうのである。このようにしてキリストの福音はヨッパにいる謙遜な人々に伝わっていったが、金持ちや偽善者はキリストのことを知ることはできなかった。ドルカスは善良な女たちを集め、服をこしらえては貧しい人々に与えていた。そして裁縫する女たちにキリストの教えを伝え、絶対に夫たちには話さないように命じた。もしかして、そこから父の耳にでも入ったら大変だったからである。ある日のこと、ドルカスや女たちが縫い上げた服を貧しい人々に与えてから、彼女たちは心を合わせて祈り、キリストの言葉を味わっていた。ドルカスが声をかけて集まってきた人々は、若者や親戚ばかりではなく、はるかエルサレムからヨッパにやってきた商人もいた。彼らは数日の間、父の家にとどまっていた。折も折、悪い知らせが町中に伝わった。キリストが木に吊るされて殺され、数日後に墓からよみがえって、多くの弟子たちの前に現れているという情報であった。父は、それ見たことか。大罪人の末路とはこんなものだとナザレのイエスのことを散々けなした。ドルカスは冷静に聞いていた。彼女の心は真理という宝に包まれていたからである。いよいよエルサレムに迫害が始まろうとしていた頃、迫害の波がヨッパにも押し寄せてくるという噂が広まった。それで一時は信仰の明かりが消されてしまうのではないかと心配した。最後は自分と女たちと小じだけが主を信じるものとなるのではないかと考えていた。日ごとに殺されていくクリスチャンのことを悲しみ、そのような尊い殉教者をあちざまにあざける父の言葉を耳にするたびに心は痛んだ。彼女は日々祈り、恐怖と疑惑と戦い、ついにそれらに打ち勝つ時がやってきた。エルサレムで迫害が中止されたという知らせがヨッパに伝わった。それでドルカスは神の憐れみに感謝した。もうこれで教会は滅ぼされる心配がなくなった。しかしヨッパでは、金持ちのユダヤ人や商人たちは、ますます悪に染まっていった。ドルカスはそのことを父に話すと、それは女の口出しすることではないと言われた。そしてしばらく静観していれば、自然と良くなっていくであろうから、決して悪人を軽蔑してはならないと言った。しかしドルカスは密かに心を痛め、ヨッパに使徒の一人を派遣してほしいと祈った。堕落したヨッパの人々を救いたい一心からであった。彼女の祈願はなかなか聞き入れられず、町中に熱病が流行した。ドルカスもやがて熱病にかかるのではないかと覚悟していた。彼女は小じたちと一緒に熱病に侵された信仰の友を助けて歩いた。熱病の流行が峠を越した頃、ドルカスはすっかり疲れてしまい、ついに彼女も熱病にかかり、危篤状態になった。父親のレビも同じように熱病にかかっていた。ドルカスの病は重たかったにもかかわらず、意識ははっきりとしていた。彼女はまだやり遂げねばならないことがたくさんあったので、もっと生きながらえたいと望んでいた。解放する女に彼女の深い悲しみを語った。このヨッパの町にキリストへの信仰の芽生えが見られないことを嘆いたのである。自分がその大役を果たすために選ばれたはずなのに、と嘆くのであった。与えられた役目を果たさずに死ぬことは大変大きな罪なので、死んでも死にきれないと言って悲しむのであった。さてエルサレムには再び平和は訪れていた。ペテロはエルサレム以外の町に住んでいる信徒たちの様子を伺っていた。迫害を逃れるために多くのクリスチャンはエルサレムからあちこちに散らばってキリストの福音を伝えていた。それで十二使徒はそれぞれの地にあって活躍している信者を助けてやらねばならなかった。
町や村ごとに組織を作り、エルサレムを中心に使徒からさまざまな指令を与えた。ペテロは教会を作ったり、熱弁を振るって信者たちを教育するのに忙しかった。ペテロは祈りと信仰と愛を増し加えるように励まし、自己の精神力に頼らず、むしろ霊の働きを求めるように教えた。それは最も確かな教えであった。人間の精神力は、信仰と兄弟関係にあるもので、信仰に導かれている時にのみ本来の力を発揮し、神の目に正しいと思われることをなすものである。したがって信仰と理性は互いに働き合って、キリストの真理を見出すことができるのである。この場合、キリストの真理とは、あなた方のために死んでくださった。ということをペテロは説いて信者たちを励ました。ペテロはルダという小さな町にやってきた。そこには指導者が一人もいないので信仰を疑っている者もいた。それで彼はしばらくの間ルダに滞在し、霊のお助けを得て、信仰を疑っている者に対して奇跡を示すことができるように祈り求めた。すると、ある朝のこと、一陣の風が吹いてきて彼の周りを舞い回った。その途端、この世のものとも思えぬ喜びがこみ上げてくるのを感じた。ペテロはその家から出て、導かれるままに数日の間歩き回り、あるクリスチャンの家に入った。彼は8年の間病気に悩まされていた。体が石のように硬く、思うように動かすことができなかった。彼の名をアイネアと言って、信仰のおかげでキリストの教えを知ることができた。ペテロが入ってきた時に彼は大声を上げて叫んだ。私は長い間あなた様がおいでになるのを待っていました。おお、なんと8年もの間、この聖なる預言者の訪れを待ちわびていたのです。どうかあなた様の中に宿っておられる霊のお力によって私の体を癒してください。そうすればこの硬い体は再び立ち上がって歩くことができるでありましょう。